ジョン・ C・ ハルという人が書いたオプションや先物、そしてその他の派生商品という本があります。この本はとても複雑な金融工学の世界をわかりやすく教えてくれます。今日はこの本をベースにして金融市場でとても大切な考え方を一緒に見ていきましょう。まずは派生商品についてです。これはもともとある資産の価値から生まれた金融商品のことです。例えば株や債券、金や原油のような資源、あるいは通貨などが元になります。元の資産の価格が動くと、この派生商品の価値も変わります。投資家はこれを使ってリスクを抑えたり、利益を大きく増やしたりします。次に、オプションについてお話しします。オプションとは、ある決められた時間に、決められた価格で、元の資産を買ったり売ったりできる権利のことです。買う権利のことをコールオプション、売る権利のことをプットオプションと呼びます。これは、保険のようにリスクを避けたいときや、逆に勝負に出たいときに使われます。そして、先物という契約があります。これは、未来のある日に、あらかじめ決めた価格で資産をやり取りするという、法律な約束事です。主に、将来の価格変動で損をしたくないとき、つまりリスクを管理したいときに役立ちます。スワップという仕組みもあります。これは、2つのグループが持っている金融商品を交換する契約です。一番多いのは金利のスワップで、固定の金利と変動する金利を交換します。会社が金利の変動リスクを管理するのにとても便利です。ここで、ブラック、ショールズ、モデルという数学なモデルが登場します。これは、オプションの適正な価格を計算するための道具です。今の資産価格や、期限までの残り時間、リスクのない金利、そして価格がどれくらい激しく動くかという変動性を組み合わせて計算します。また、不確実な環境で価格がどう動くかを計算するために、糸確率微分という数学な道具が使われます。これは金融市場の激しい動きをモデルにするのにとても役立ちます。さらに、リスク中立速度という考え方があります。これは、市場のリスクを公平に評価するためのアイデアです。ここでは、すべての投資家がリスクに対して同じ態度を持っていると仮定します。そうすることで、派生商品の価格をシンプルに計算できるのです。リスクを減らす戦略に、デルタヘッジングがあります。デルタとは、元の資産の価格が変わったときに、オプションの価格がどれくらい敏感に反応するかを示す数字です。元の資産とオプションをうまく組み合わせることで、このデルタをゼロにし、リスクを最小限に抑えます。オプションの動きを説明する言葉に、ギリシャ文字を使ったガンマ、ベガ、セータがあります。ガンマはデルタがどう変わるか、ベガは変動性が変わった時に価格がどう動くか、そしてセータは時間が経つにつれて価格がどう減っていくかを表しています。変動性とは、価格がどれくらい激しく上下するかという尺度です。その中でも、内在変動性は、今のオプション価格から逆算して、市場の人たちが将来どれくらいの変動が起きると予想しているかを示しています。この変動性を数値化したものが、VIX という指数です。シカゴオプション取引所が発表しており、S&P500 指数の30日後の変動性を表します。市場がどれくらい不安がっているかを測るバロメーターになります。また、CDS という信用派生商品もあります。これは、お金を借りた人が返せなくなった時のリスクを保証する商品です。もし返済が止まったら、保険金のように支払いが行われる仕組みです。こうした仕組みが関わったのが、2008年の金融危機です。住宅ローンに関連した派生商品が爆発に増え、リスク管理に失敗したことで起きました。世界経済に大きなショックを与え、ルールを厳しくすることや、リスク管理を改善することの大切さを世に知らしめました。リスクを測る方法に、バールという指標があります。これは、ある期間に、ある確率で起こりうる最大の損失額を示すものです。さらに厳しい基準として、C バールというものがあり、これはバールを超えてしまった時の損失の平均値を表します。最後に、
レバレッジとマージンシステムについてです。レバレッジとは、少ない元手で大きな取引をすることです。マージンシステムは、レバレッジを使うときに最低限必要な証拠金のことです。大きな損失が出たときに追加のお金を出すよう求めることで、市場が崩れないようにしています。さて、ここからはいくつかの重要なポイントをまとめていきましょう。一つ目は、AI システムのコントロールについてです。技術が進むにつれて、人間がこれらのシステムをうまく制御できる能力がますます重要になっています。二つ目は、お金の計画の変化です。昔から言われていた 4% ルールは、今の経済状況に合わせて見直す必要があります。新しい考え方が求められています。3つ目は、技術と経済の変化です。1980年代後半から90年代初頭にかけて、ニューラルネットワークやサポートベクターマシン、決定機などの機械学習モデルが発展し、それが今のディープラーニングにつながりました。4つ目は、DCF という評価方法です。これは、会社が将来稼ぐお金を今の価値に直して、会社の本当の価値を出す方法です。ここでは WACC という加重平均資本コストが使われます。5つ目は、シンガポールの成功です。安い労働力と安定した設備で、世界の供給網の重要な場所になりました。また、中央積立基金という制度で、国の設備や公営住宅を作る資金を集めました。6つ目は、行動経済学と貧困についてです。貧しい状況にある人は、将来の大きな利益よりも、目の前の小さな報酬を優先しがちです。そのため、教育や健康への投資が難しくなる傾向があります。7つ目は、経済政策と構造改革です。韓国やシンガポールの成功は、規律や競争、法の支配、そして透明性に基づいたものでした。しかし、権力による支配の下でこれらの原則が歪むと、危険が伴います。8つ目は、自由と経済発展についてです。リー・クアンユーとアマルティアセンの議論は、経済発展のために政治な自由をどこまで制限していいのかという哲学なぶつかり合いでした。リー・クアンユーは、社会の安定と強いリーダーシップこそが、経済成長に不可欠だと主張しました。さらに、シンガポールの独立初期について振り返ります。リー・クアンユー首相は、独立当時にひどい貧困を経験した国民に対し、強い統治を提示しました。それは生き残るための唯一の方法として受け入れられたのです。投資の本質についても考えてみましょう。投資とは、将来の利益や価値を高めるために、今のお金や資産を使うことです。目は、資産を守ること、物価上昇に対抗すること、そして利益を出すことです。高い利益を狙う投資は、それだけリスクも高くなる傾向があります。また、ジョン・ロールズの正義論という本があります。1971年に出版され、政治哲学を復活させました。彼は、最大多数の最大幸福を目指す功利主義の限界を指摘し、個人の基本な権利と自由を守る社会制度が重要だと説きました。企業の買収や合併、M&A の戦略についても触れておきます。似た会社と比較する CCA や、過去の取引事例を見る PTA などの評価方法があります。また、借金を活用して高い収益を狙う LBO という戦略もあり、これらは厳しい分析とリスク分散によって活用されます。最後に、現代経済学についてです。アダム・スミスの国富論は、今でも経済システムを理解するための大切な道具です。しかし、格差や環境破壊、金融危機といった現代の複雑な問題には、新しいアプローチが必要になっています。ここからは、お金や経済の仕組みについて、もっと深く掘り下げていきましょう。現代の経済学や金融の考え方を理解するための、とても大切なポイントがいくつかあります。まずは、ある有名な物語から考えてみます。ダニエル・デフォーが書いた、ロビンソン・クルーソーのお話です。この物語は、現代の資本主義や、人間は常に合理に動くという考え方の原点のようなものです。島に一人きりになったクルーソーは、
ただ生き延びようとするだけではありませんでした。彼は効率よくものを作ることを優先する、いわば資本主義の先駆けのような行動をとります。道具を作り、貿易に使えるようにヤギを飼い、欧米の収穫量や土器の数をリストにまとめました。これは今の時代の会計や合理な選択という考え方の始まりを象徴しています。また、彼は労働を単なる苦労ではなく、将来の利益を生むための投資として捉えていました。特に注目したいのは、難破船から金貨を回収した場面です。島の中では金貨なんて全く役に立ちません。それでも彼はそれを溜め込みました。これは、将来の資本として蓄えるという、人間が持つ蓄積への欲求や、当時の重商主義な考え方が現れています。さらに、金曜日という人物が現れたことで、役割分担という考え方が生まれます。これにより、一人でやるよりも効率に物事が進むようになり、個人の所有という枠組みの中で生産性が高まりました。経済学者はこれを、個人の所有権と革新がうまく組み合わさった例だと見ますが、一方で、富が不平等に配分されることへの批判な視点もあることを忘れてはいけません。次に、富の不平等について、ピケティという経済学者の考えを見てみましょう。彼は、膨大なデータを使って、伝統な経済モデルに疑問を投げかけました。ピケティが導き出した革新な答えは、あるシンプルな数式にあります。それは、資産から得られる利益の率が、経済全体の成長率を上回るということです。簡単に言うと、株や不動産などの資産を持っている人がお金を増やすスピードの方が、働いて給料を得る人がお金を増やすスピードよりもずっと速いということです。この仕組みがあるため、富は世代を超えて一部の人に集中し、格差がどんどん広がってしまうのです。彼は、200年以上にわたる税金の記録や相続のデータなど、ヨーロッパや北アメリカの膨大な資料を分析してこれを証明しました。この問題への解決策として、彼は世界共通の資産税を提案しています。これは単なる技術な解決策ではなく、民主主義の力で資本主義をコントロールしようという象徴な試みです。世界中で協力して税逃れを防ごうという考えです。また、相続税を強くしたり、教育や公共分野に投資したりすることで、誰もが平等にチャンスを得られる社会を目指すべきだと説いています。格差というのは単なる市場の動きではなく、戦争や政策、そして社会な努力によって作られてきたものだからです。最後に、人間がどうやって相手を信頼し、意思決定をするのかという、生物学や心理学の視点から考えてみましょう。人間は常に論理に動くわけではありません。信頼の鍵を握っているのは、オキシトシンという脳内の化学物質です。これは、恐怖を感じる脳の部位である扁桃体の働きを抑える、いわば生物学なスイッチのようなものです。この物質が働くと、見知らぬ非等敵ではなく、協力してくれるパートナーだと感じやすくなります。実際、この影響下にある人は、そうでない人に比べて、見知らぬ人に預けるお金の量が 17% も増えるという実験結果が出ています。こうした信頼の仕組みは、もともと箸を保存するための基本な機能から始まり、やがてお返しをするという複雑な社会行動へと進化してきました。ここで大切なのは、温かい信頼と冷たいルールの組み合わせです。共感や親しみから生まれる温かい信頼は生物学なものですが、それだけでは不十分です。社会を維持するためには、ルールを破った人を罰するという構造な仕組み、つまり冷たいルールが必要です。オキシトシンが信頼のきっかけを作りますが、長期に協力を維持させるのは、公平で一貫した罰則があることなのです。このように、人間の意思決定は、カーネマンやトベルスキーが示したように、必ずしも論理な正解に従うとは限りません。私たちの判断は、しばしば直感に左右されます。例えば、損をする恐れは、同じ金額を得る喜びよりも強く心に刻まれます。これを、損失回避と呼びます。また、情報の伝え方次第で、
同じ内容でも全く違った印象を受けることがあります。これをフレーミング効果と言います。こうした直感な思考は私たちの意思決定に大きな影響を与えるのです。次に、経済学の分野で注目されているのが実証なアプローチです。アビジット、バナジーとエステル、デュフロによる AIPAL、J、PAL の取り組みです。彼らは貧困削減のための戦略を厳密な実験で検証しています。その方法の一つがランダム化比較試験です。例えば、教育の分野では教科書を大量に配布するよりも子どもたちのレベルに合わせた個別指導の方が効果であることが分かりました。また、健康分野では無料で提供するよりも少額の料金を設定した方が寄生虫駆除薬の使用率が上がったのです。これは無料という言葉が逆に価値が低いという印象を与えてしまうからです。彼らの考え方は大きな改革を一気に行うのではなく、小さな成功を積み重ねていくことで持続可能な進歩を実現しようというものです。データに基づいた小さな介入が現実の複雑な問題を解決する鍵となるのです。ここまでのセグメントでは、経済学、進化生物学、神経科学、金融論、歴史学など、さまざまな分野が交差しています。それぞれの分野がどのようにつながっているのか、全体像を整理してみましょう。古典派経済学の流れをたどってみると、アダム・スミスは分業と自由貿易の利点を説きました。デイビッド・リカードは比較優位論を数学に定式化し、自由貿易の科学根拠を示しました。また、土地の肥沃さと時代の関係についても分析しています。マルサスは、人口が幾何級数に増加するのに対し、食料生産は算術級数にしか増えないという不均衡を指摘しました。これは、マルサスの罠と呼ばれ、スミスの楽観な見方に対する警告でもありました。ジョン・スチュアート・ミルは、功利主義と自由主義を統合し、古典派経済学を哲学に進化させました。これらの経済学者たちに共通するのは、資源の希少性、分業、市場メカニズムについての議論です。マルサスが強調した資源制約は、ピケティの R が G より大きいという論と通じるところがあります。次に、進化生物学の視点から見た経済行動の基盤についてです。アイエロとイーラーの高価な組織仮説によれば、脳の拡大は消化管の縮小とのトレードオフによって実現されました。食肉を摂取することで、エネルギーを脳の発達に回すことができたのです。また、食肉の分配を通じた集団内の協力システムが、社会脳を発達させました。神経科学の分野では、オキシトシンが信頼に大きな役割を果たすことが分かっています。ポール・ザックの実験では、オキシトシンを投与された人は、信頼ゲームで 17% も多く投資をするようになりました。また、オキシトシン受容体遺伝子のタイプによって、信頼行動に差が出ることも明らかになっています。例えば、GG、ホモ接合体の人は、他のタイプよりも 14% 多く投資をする傾向があります。こうした厚い語形成は、小さな親切が科学な報酬システムを活性化させることを示しています。経済学との接点では、信頼と協力が市場の基盤であることが挙げられます。例えば、匿名の取引が可能になるのも、信頼があるからです。マルサスの資源制約と進化生物学のエネルギートレードオフは、希少性への適応という点で似た論理構造を持っています。金融や企業価値評価の理論では、DCF 法が用いられます。これは、将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いて企業価値を算出する方法です。ターミナルバリューと呼ばれる将来の価値が、企業価値の7割から8割を占めることもあります。その前提となる永続成長率やマルチプルのわずかな変化が、評価に大きな影響を与えるのです。これは、ピケティの R が G より大きいという論と似ています。資本収益率が成長率を上回る場合、
富の集中が進むという考え方です。リスクとリターンについても重要です。ERP と呼ばれる株式リスクプレミアムは、歴史データ、インプライド ERP、サーベイデータなどで算定されます。また、ベータ値は市場リスクに対する感応度を示し、1を基準とします。非上場企業の評価では、流動性ディスカウントやコントロールプレミアム、ESG 要因が重要になります。進化論との関連では、リスク許容度が生物学、心理要因に影響される可能性があります。例えば、オキシトシンが信頼メカニズムに関与するように、金融市場でも信頼が基盤となっています。銀行の信用創造もその一例です。かの歴史と制度信頼についても見てみましょう。かは、債務関係の記録から始まりました。例えば、シュメールの年度版には、こうした記録が残されています。制度信頼は、中世イスラムのシャリア委員会から近代の中央銀行へと進化してきました。部分準備銀行制度では、銀行の貸し出しが通貨、つまり信用を創造します。現代金融では、無形の信用が基軸となっています。ビットコインやフェットの金融政策もその一例です。経済学との接点では、スミスの見えざる手と見えざる信頼が類似しています。市場メカニズムを支える制度としての信頼が経済活動を円滑にしているのです。マルサスの資源制約が可の進化、つまり交換手段の効率化を駆り立てたという見方もできます。ピケティの21世紀の資本では、革新命題として R が G より大きいが提唱されています。資本収益率が経済成長率を上回る場合、富の集中が永続化されるという考え方です。ピケティは300年にわたる資本所得格差のデータを分析し、この命題を裏付けています。彼の政策提言としては、グローバルな累進資本課税が挙げられます。これにより、資本集中を抑制し、教育や技術投資の財源を確保しようというものです。また、資本や所得に関するデータの透明性を高めることも重要です。政府統計、銀行データ、税務情報を統合することで、データの民主化を図るのです。ピケティは、R が G より大きい状態は自然法則ではなく、制度や政策次第で変えられるとしています。技術革新、環境変化、グローバル協力などが新たな変数を導入する可能性があるのです。古典派経済学との対比では、スミスの自由主義とピケティの再分配主義が対象です。マルサスの悲観論、つまり資源制約に対する見方と、ピケティの資本主義の構造問題に対する見方も異なっています。知識の統合として、横断なテーマを見てみましょう。希少性は、経済学では資源制約としてマルサスが指摘し、進化生物学ではエネルギートレードオフとして現れ、金融ではリスクとリターンのバランスとして考慮され、歴史では化けの発明による交換効率化として現れます。協力と信頼は、経済学では分業や貿易としてスミスやリカードが論じ、進化生物学ではオキシトシンや互形成として現れ、金融では信用システムとして機能し、歴史では制度信頼として銀行や法律に見られます。不平等は、経済学では R が G より大きいとしてピケティが論じ、進化生物学では遺伝子差異として現れ、金融では富の集中としてターミナルバリューに現れ、歴史では階級社会の歴史として見られます。成長の限界は、各分野で異なる形で現れます。ここまで話してきて、ふとこんな疑問が浮かびませんか。一つ目の問いは、信頼がどこに依存するのかということです。体内に分泌されるオキシトシンのような生物学な要因に依存するのか、それとも銀行システムのような人間が作った制度に依存するのか。進化な適応、例えば互形成という古代から人間が生き残るために身につけた性質が、現代の金融市場といった経済システムをどう形作っているのか、考えると面白いですよね。二つ目の問いは、不平等は本当に避けられないのかということです。ピケティが指摘した R、G、
つまり資本の収益率が経済成長率より高い状態が、マルサスの人口論と同じように誰にも止められないものなのか、それとも政策で変えられるのか。古典派経済学のスミスの楽観な考え方と、現代のピケティの批判な理論の間に、ちょうど良い折衷点はどこにあるんでしょう。3つ目の問いは、技術革新が信頼の仕組みをどう変えるのかということです。AI やブロックチェーンは、スマートコントラクトのような信頼メカニズムをどのように変化させるのでしょうか。計算機能の進化が、DCF 法という未来のキャッシュフローを予測して企業価値を出す手法の不確実性を低くできるのか、気になるところです。4つ目の問いは、ESG と進化論の関係です。協調行動の一つである ESG 投資は、進化で身についた後形成の延長なのでしょうか。企業の社会責任というのは、生物学なノブレス、オブリージュ、つまり強い者は弱い者を助けるべきだという性質の表れなのでしょうか。次のセグメントでは、現代の具体な課題が深く掘り下げられるはずです。まず現代の経済不平等。例えばテクノロジー企業の寡占状態や、行動経済学。例えばカーネマンのバイアスといった分野との統合が扱われるでしょう。また金融危機やパンデミックが、G のダイナミクスにどんな影響を与えるのかも明らかになるはずです。さらに進化心理学とマーケティング、例えば消費者が物を買う行動の生物学な基盤といった関連も取り上げられる見込みです。キーワードとしては行動経済学、テクノロジーと労働、サステナビリティ、ポスト資本主義といったものが挙げられます。ここまでのまとめです。このセグメントでは、経済学の古典な理論から現代の金融や不平等論、さらには進化生物学や神経科学まで、全く異なる分野が、信頼、希少性、協力という言葉を軸にして結びつけられています。特に注目すべきなのは、オキシトシンや互恵性といった生物学なメカニズムが、経済システムの土台を形作っているという洞察です。次のセグメントでは、これらの理論が現代の具体な課題、つまり不平等や技術革新、環境問題にどう適用されるのかが明らかになるでしょう。次に企業価値評価と投資哲学に関する要点整理に入ります。ここからは、企業価値評価と投資哲学に関する詳細な内容を網羅した内容を、要点に沿って整理していきます。まず企業価値を評価する代表な方法は3つあります。1つ目はインカムアプローチ。つまり収益還元法です。その中でも特に有名なのが DCF 法で、将来得られるキャッシュフローを現在の価値に直して企業の価値を出します。これは例えば、10年後に100万円もらえる約束を、今すぐ現金で受け取るならいくらなら妥当か計算するのと同じようなものです。長所は企業の将来の稼ぐ力を直接反映できること、短所は将来のキャッシュフローの予測が不確実で難しいことです。2つ目はマーケットアプローチ、つまり市場批准法です。類似の企業の株価や過去の M&A 事例を使って企業価値を推定します。PER や EV、EBITDA といった指標を使うことが多いです。これは同じような特徴を持つ家の売買価格を調べて、自分の家の適正価格を出すようなものだと思えば分かりやすいです。長所は市場の実際の動きを反映していて客観性が高いこと。短所は市場がバブルになっていたりパンデミックで歪んでいたり、類似の企業が見つからない場合に、信頼できる結果が出にくいことです。3つ目はアセットアプローチ、つまり資産基準法です。企業の資産と負債を評価して純資産を出す方法です。長所は客観性が高く、会社を清算する場合の価値を算定するのに適していること。短所はブランドや特許、人材といった無形の資産を十分に反映できないことです。どの方法も一長一短があるので、評価の目や対象の企業の特徴に合わせて複数の方法を組み合わせることが推奨されます。例えば成長が期待される企業の場合、インカムアプローチの DCF 法とマーケットアプローチを併用することで、無形資産の影響も考慮した評価ができます。次に投資哲学、特にバリュー投資についてです。バリュー投資とは、市場で過小評価されている企業を見つけて長期保有する投資手法で、
代表な実践者としてはベンジャミン・グレアムとオーレン・バフェットがいます。特徴の一つ目は安全域で、株価が企業の本来の価値よりも大幅に低い場合にだけ投資するという考え方です。これは普段買い物をするときに、本来の値段より3割以上安くなっていたら安心して買えるけど、1割程度の安さだと品質に不安を感じる。な感覚に似ています。2つ目は長期な視点で、短期の市場の値動きに惑わされずに企業の本質な価値を見ます。3つ目は財務分析を重視することで、企業の財務諸表を詳しく調べて割安な銘柄を探し出します。市場の価格と企業の本来の価値が乖離する、つまり市場が歪む理由は大きく3つあります。1つ目は情報の非対称性で、投資家の間で手に入る情報の質や量に差があることです。2つ目は行動バイアスで、例えば自分の意見を支持する情報だけ集める確証バイアスは、好きな食べ物の口コミだけを見て他の悪い口コミを無視するようなものです。損失を嫌う損失回避性は、100円得する喜びより100円損する悲しみの方が大きいと感じる感覚です。過去の価格にこだわるアンカリング効果は、一度3000円で買った服が2000円に下がっても、3000円の価値があると思い込んで売れないような状態だと思えばいいです。これらが主な行動バイアスです。3つ目は群衆心理、つまり他の投資家の行動に自分もつられてしまうハーディング効果です。これは周りの人がみんな並んでいるラーメン屋があったら、自分も美味しいんじゃないかと思って並んでしまう。そんな感覚に似ています。投資判断のポイントは単純で、市場価格が企業の本来の価値を下回っていれば買いの好機で、上回っていれば売却するか投資を見送るのがいいです。次に企業価値評価の目と応用例です。まず合併、買収、つまり M&A の際に、買収価格や売却条件を決めるのに使います。戦略な価値を明確にする役割もあります。次に事業再編で、会社の中心ではない事業を売却したり分社化したりする際の判断材料になります。資金調達では、株式公開や IPO、社債を発行する際の価格を設定するのに使います。税務要請では、相続や贈与で非上場の株式を評価するときや、事業を次の世代に譲るときの資産の移転に必要になります。内部管理では、各事業部門の成果を測ったり、新しいプロジェクトに投資するかどうかを判断したりするのに使われます。ここで注意したいのは、企業価値は評価の手法や評価する人の判断によって変わるので、唯一正しい客観な答えがあるわけではないということです。例えば成長が期待される企業の将来のキャッシュフローの予測は、評価する人の主観に大きく左右されます。次に将来のトレンドです。まず AI とビッグデータの活用が進みます。機械学習を使ってキャッシュフローの予測精度を上げたり、ソーシャルメディアやニュースなどの構造化されていないデータを活用したりするようになるでしょう。次に非財務情報の統合が進みます。ESG、つまり環境、社会、ガバナンスに関する情報を評価に反映することが増えます。またブランドや特許、人材といった無形資産の評価手法も高度化していくでしょう。さらにサステナビリティ、つまり企業の持続可能性が評価の中で大きな比重を占めるようになります。最後にまとめと今後の展望、実務への適用、参考文献、キーワードです。まとめとして4つのポイントがあります。1つ目は企業価値評価は多面だということです。インカムアプローチ、マーケットアプローチ、アセットアプローチの3つの手法を状況に合わせて使い分け、それぞれの長所と短所を踏まえて組み合わせることで、より精度の高い評価ができます。2つ目は投資哲学が投資判断を支えるということです。バリュー投資は市場の歪みを利用して長期なリターンを追求する手法で、市場の歪みは行動経済学の知見、つまりバイアスや群衆心理などで説明できます。3つ目は企業価値評価の目は多岐にわたるということです。M&A や資金調達、税務要請、内部管理など様々な場面で活用され、価値には主観な要素が含まれるので評価者の判断が重要になります。4つ目は将来の展望として、
AI やビッグデータの活用で評価精度が向上し、ESG や無形資産の評価がより重要視されるようになるということです。今後の展望としては4つの流れがあります。1つ目はテクノロジーの進化で、AI やビッグデータを使った予測モデルの開発が進み、企業価値評価の精度が上がります。例えば機械学習を使って市場のトレンドや企業の将来のキャッシュフローを予測するようになるでしょう。2つ目は非財務情報の重要性が高まり、ESG 要因が企業価値に与える影響がますます大きくなります。例えば環境への配慮が高い企業は長期なリスクが低いため、評価が高まる傾向があります。3つ目はリスク管理の高度化で、金融危機やパンデミックなどのリスクに対応するため、ストレステストやシナリオ分析を使ったリスク評価の手法が進化します。4つ目は倫理な投資の普及で、利益追求だけでなく社会責任や倫理な判断が投資に反映されるようになり、ESG 投資やインパクト投資が拡大していくでしょう。実務への適用としては3つのポイントがあります。1つ目はポートフォリオの構築で、企業価値評価をもとに割安な銘柄を探して長期保有し、分散投資でリスクを軽減します。2つ目は M&A の実行で、対象企業の価値を高くに評価して適正な買収価格を決定します。3つ目はリスク管理で、市場の歪みや行動バイアスを理解して冷静な投資判断を下します。参考文献、キーワードです。参考文献としては、ベンジャミン・グレアムの賢明なる投資家と、アズワス・ダモダランの企業価値評価が挙げられます。キーワードは以下の通りです。DCF 法、マルチプル法、純資産価値法、バリュー投資、安全域、行動経済学、バイアス、市場の歪み、ESG 投資、無形資産、AI 活用、企業価値評価と投資哲学は、理論と実践の融合が求められる分野です。テクノロジーの進化や社会な価値観の変化に対応しながら、常に最新の知見を取り入れることが重要です。企業価値の評価には、科学としての側面と、芸術としての側面の両方があることを、改めて強調したいと思います。特に以下のポイントに注目する必要があります。まず評価モデルの限界についてです。成長率や利益率、資本支出、割引率であるWACCなどの前提条件は、過去のデータやマクロ経済の予測に基づいています。しかしこれらは将来を保証するものではありません。特に DCF の計算におけるターミナルバリューは、過程が少し変わるだけで評価額に大きく影響してしまいます。料理で少し塩の量を変えるだけで味が全然変わってしまうように、ほんの小さな数字の変更で、結果が何倍も変わってしまうこともあるんです。次にWACCの扱いについてです。ベータ値を一度アンレバード化した後、対象企業の実際の資本構成でレバード化する必要があります。またWACCは単なるコスト計算だけでなく、ハードルレート、つまり、この投資をやって良いかどうかの基準となる利率、としても重要な役割を持っています。そしてフリーキャッシュフローの話です。投資活動を除いた事業から生まれる真の利益と考えてください。FCFF は事業全体の価値を評価するときに使い、FCFE は株主の持つ株式の価値を評価するときに使います。予測を作る際には、売上成長率や営業利益率、設備投資額、運転資金、税率などを細かく設定しなければなりません。一つでも設定を誤ると、全体の評価が崩れてしまいます。不確実性への対応も忘れてはいけません。直線な予測だけでは足りないのです。シナリオプランニングを言ったり、地政学リスクや技術革新のスピード、サプライチェーンの脆弱性といった訂正要因も予測に織り込むべきです。こうした訂正な要素を無視すると、想定外のリスクを見落としてしまうことになります。参考になる情報としては、ベクトルデータベースにまとめられている以下の内容が挙げられます。投資活動の影響を排除した真の利益に関する解説、4% ルールに関するリタイアメントプランニングの議論、
そしてシュンペーターが提唱したイノベーションと既存事業のリスク、パラダイムシフトに関する見解です。これらを参照することで、より精度の高い評価ができるようになります。最後に結論をお伝えします。企業価値評価は非常に専門な作業であり、客観な数値だけでは完結しません。定量モデルと定性洞察の両方が揃って初めて適切な評価ができるのです。どちらか一方だけでは本当の価値を測ることはできないんです。さて、ここまで聞いていただいて、あなたが次に知りたいことはどれでしょうか。全7つのセグメントの要点をまとめた簡潔なサマリー。各セグメントをテーマ別に整理した目次のような構成。ワークのレバレッジ調整やターミナルバリューの感度分析のような特定のテーマの深掘り解説。DCF 評価を行う際の具体な手順と注意点をリスト化した実務向けチェックリスト、あるいはこのテキストの翻訳など、ご希望の形式があればお気軽にお知らせください。ご要望に合わせて対応いたします。